ホチキスで遊ばないで。鎖とか作りたくなる。わかる。今日も何か作りましょう。いつもの市場チェックから。簡単で儲かるやつがいい。簡単なのは単価が安いから。アヒルとかは130円前後だもんね。で、選ばれたのはこちら。小さなチェスト。単価がなんと898円。価格は下がり傾向だけれど、それでもかなりの金額ね。早速設計してみよう。工程多いですね。引き出しと外側を別々で作って、さらに組み立てね。取っ手の部分は選択式みたい。木製か金属製かプラスチック製か。木材一択。というかうちではそれしか作れません。次は材料の選択。いつもの安い木材。あ、安いのだけだと品質基準がクリアできない。どこかの材料をワンランク上の木材にすればいけそうです。取っ手だけ高いやつにしとこう。材料費が6円も上がりましたわ。でもこういう基準値が高い製品は出荷額も高めだから、個数はとりあえず10個で、あとは機械の割り振りですが。木材加工のみの製品なので、木工加工台を増設。これで倍の速さで加工できます。必要人数も倍ですけどね。そして、マイルストーンの条件にもなってるビルボードも設置。作業台が複数の場合にはこれがないとダメですわ。機械 A の使用指示をした場合、B が空いてても絶対に使わないんだよね。そこでビルボードに機械をリンクすることで、機械が複数あってもちゃんと仕事を割り振ってくれますわ。こういうところはきっちり守るんだよな。では改めて使用機材の設定。組み立てはいつもの組み立て台。他は全部木材加工台ですね。直線切断、曲線切断、接着作業の3つだね。ちゃんとビルボードの方を割り当てますわ。ビルボードにリンクした機械は、ビルボードに仕事を振らないと意味がないぞ。これでよし。では材料の発注。持ってきた。今回は多いからマジで手伝い。置き場がなくなった。すごい量の木材ですね。ジェスト10個分でこれですか。複雑な製品は材料置き場も考えないとね。熊手が完成しました。トラップおいで。あ、マイルストーン達成できた。これで次のレベルに進めますわね。達成のお祝いにスキルポイントももらえました。選べるスキルが増えてるね。後で市場を見て必要そうなものを取りましょう。今はチェストを完成させないと置き場もありませんしね。また電話ですわ。今手一杯です。はい、アヒル本舗。どうも、アヒルさん、N 社です。少しはマシな工場になったみたいだが調子に乗るなよ。うちの邪魔するとただじゃおかねえからな。なんかクレーム電話でした。ほっとけ。どうせアヒルの塗装が剥げたとかでしょ。ガチャ切りしてもいいですわ。わかりました。高速にして監視中。切っても切っても終わらない。やっぱり専用機を入れるべきでしたか。木材加工台もこれはこれで便利なんだけどね。6種類の作業がこれ1台でこなせるわけだし。専用機だと6台別々のものが必要ですからね。これが完成すれば多少は資金に余裕が出ると思うんだけど、それまでの我慢ですね。ちなみに今後の目標はこれですわ。製品出荷数と金額は勝手に達成されるやつだね。取引先のランクも上げないとですか。クレイジーさんとかシケアさんのミッションをいっぱい受けないとね。のんきに仕事をしている場合かな。ふふ、貴様らの元へスパイを送らせてもらった。なんだって？誰がスパイかわかるまい。貴様らがスパイを探すのに手間取る間に色々といたずらしてやるから。うちさ、従業員3人しかいないんだよね。見ればわかりますね。スパイならもっと馴染む髪型にしてこい。うちにそんなファンキーな奴はいないから。何のことでしょう。私は入社前の工場見学に来た一般人です。ふむふむ。メモメモ。はい、アウト。現行犯ですわ。もしもしポリスメン。あ、写真も。往生際が悪いわ。持ち込んだらこれゴミ箱に捨てといて。わかりました。ちょっとだけ経験値とお金になった。でも今後人数増えるとわからなくなりそう。その時はその時で。変な妨害もありましたが無事に完成。時間かかったね。トラックさんの召喚。取りに来た。よし、チェストを積み込め。高級品だから転ぶなよ。いくらになるか楽しみですわ。さて気になる売り上げは12,406円。苦労しただけあってかなりの売り上げですわ。早速設備投資しよう。まずは作業場をさらに増設。これでいっぱい機械置けますね。今のうちにスキルポイントも使いましょう。ミッション報酬が 25% 増えるやつ。今後は企業案件もいっぱい受けないとですからね。あとは金属加工とプラスチック加工の機械もアンロック。これでどんな製品でも作れそうですわ。
なんかいろいろ設備増やしたんだって。うちの仕事受ける気ない？早速新しい会社から依頼が来てますが、どんな製品？自転車ですって。はい、マリ。複雑ですわね。機械がいっぱい増えたら頑張りましょう。次はこの棚を作ろう。価格高騰の波が来てます。需要数も多いですね。そしてお待ちかねの専用機の購入。これはテーブル層ですわ。直線切断の速度が 100% のやつ。さらにもう一個、糸のこぎりも設置。こっちは曲線切断の速度が 100%。木材加工がはかどりそうです。あとは材料が多くても対処できるように保管棚も設置。面積あたりの破壊数が上がるやつ。では設計図画面で早速割り振り。棚は木材のカットと組み立てだけだから全部 100% の速度で作れるぞ。これなら申しケアの注文でも余裕ですわ。発注。喜べ、仕事の時間だ。飾りも追加しといた。扇風機とかが増えてる。植物より快適効果の高い置物ですわ。作業の方も順調そうだね。明らかに切る速度が速いです。さすが機械加工ですわね。手でノコギリを引くのは時代遅れなのだ。でも部屋数が増えたせいで、ここから組み立て台までが遠いです。運搬用の人員も増やしておきましょうか。日給100円で募集。近藤翔太さんが入社。機械操作はできないけど、荷物の運搬に特化した人ですね。切った木材を組み立て台へ持って行ったり、できた製品を出荷区画へ持って行ったり。入荷と出荷にも役立ちそうですわね。これで運転手さんに怒られないで済むかしら。ちょうどよくアヒルが完成しました。シャア翔太さんの出番ですわ。取りに来た。出番だと翔太くん。今は別のものを運搬中。機械の作業員よりは足が速いですわね。そこはさすがの運搬員。積み込み完了。1809円の売り上げ。チェストの後だとすげえ少なく感じる。単純製品はそんなものですわ。まあまた作るんだかな。暇な時にアヒルを作る会社。シケアさんから依頼が来てますわ。椅子15択、なんとかしよう。機械入れたので余裕っすよ。設計画面。なんか選択できる項目多いですね。足、背もたれ、座面の材質を選べるみたい。これは足の選択肢。まあ木材切るだけのやつでいいでしょう。座面、縫製か木材カットがあるようですわ。縫製作業台がないので木材で。続いて背もたれ、曲線切断か木材曲げですね。そこの機械がある曲線切断で。最後は足。前足と後ろ足で別々にもできるんですのね。当然木材で。このままだとスタイリッシュさの項目が基準に届かなさそうですわ。材料選択前ですでに緑のやつは安い材料でもクリアできるやつですね。黄色は材料の選択次第ではクリアできる項目です。でもスタイリッシュさって木材が一番高くなる項目じゃん。金属とかだと強度が上げやすいですわ。多分ちょっと良い木材を使うことが前提の依頼かと。黒い木材にしとくか。これで基準値に収まったかな。良さそうですわね。では作業を振って受注するのだ。接着作業だけはまだ専用機がないので、いつもの木工加工台でちんたら頑張ります。持ってきた。シケアのやつ。アヒルはいいから椅子を優先してくれ。納期がだんだん厳しくなりますからね。最初にカットする工程だからテーブル層前の青枠に入れてくれてますね。そして切ったら翔太くんが隣の部屋へ運んでくれると。いい流れ作業ですわ。コンベアとかないんですかね。そこまでしたら別芸ですわ。接着の工程に入ってるね。改めて見ると遅いですね。今のところ進捗ゲージは少しだけ余裕があるみたい。機械でカットしてても少ししか余裕出てないのか。まだ2回目の依頼なのに。他の会社はもっと早いですわ。よそはよそ、うちはうちです。時間を高速にして見守るのだ。組み立て工程に入ったら進捗が一気に進みましたね。これなら納期には間に合いますわね。相変わらず木工作業台の耐久値はやばい。作業時間に応じて耐久性が減るみたいなので、遅い機械ほど壊れますね。翔太くんのおかげで部品の流れもスムーズですわ。一時加工と組み立て、出荷区画と流れがスムーズになるようにしたいね。どうせスパゲティ配線になる。そうさせないのが腕の見せ所さんですわ。配送要員をいっぱい雇えばよし。それは最後の手段で。無事に完成したのでシケアさんに納品。降りに来たぞ。今でスノームたちよ。穴掘って邪魔してやる。なんか来た。お邪魔イベントのやつだな。まあうちには関係ないから頑張って駆除しろよ。ノームぶっ殺し装置あげる。ただでなんかもらった。ドスンってやってぶっ殺せ。モグラかな。こいつら何が害なんでしょう。見たところ土を散らかしてるようです。片付けるのに人員が取られますね。くっそ邪魔だな。こいつで最後の一匹ですね。ぶっ殺し装置を2回も動かしましたわ。多少経験値とお金がもらえたようですが、手間の割に合わないな。厄介なもの連れてきやがって。 N 社の嫌がらせですわ。面倒な奴らに目をつけられましたね。アヒル利権でもあったのかしら。謎です。